どっかで自分が役に立ってないって思ってるところがあるのよ。あるある。私もこのチャンネルを見てあなたもマンネリ人生脱出。ニューヨークより人生がちょっと楽しくなるようなお話をお届けしています。何しゃべろうチャンネルです。はい、今日は何しゃべろう。今日は前マリさんのフロリダでやったセイクレットプラントセレモニーの話したやん、でインナーチャイルドにあった話したじゃないですか、私はハイヤーセルフとなんとつながって会話しましたという話をしたいと思います、ね、これ面白い話です。まずは、この、セクレットプラントのセレモニーというものがどういうものなのかっていうのは私の体験談の、巻で話してますので概要欄に貼っときます、見ておいてください。それを見てからの方が分かりやすいかな。そうね、要するに、ちらっと言うと、ちょっと幻覚を起こすものをちょっと処方してもらって、それを飲んでポワッとなる、ね、そんな変なもんちゃうね。全然変なもんじゃないし、植物由来のものをね。そう、でまず、なんで言ったかって言ったら、私前回の YouTube で言ったけど、でずーっと歌やってたのに、やめましたと、でやめたら何やっていいか分からなくなったわけよ、もう本当にそれ中心の生活で何十年もやってきてたから、もう学生時代に友達と旅行行くとかっていうのも私はなかったわけよ、本当にこればっかりやってたからね。だからもう何していいか分からへんし、頭の中なんかぼやーっとしてすごい鬱みたいになったわけよ、でそしたらその前回でも話したそのワークショップで出会った人がこれ行ってみたらって教えてくれたのがこのセイクレットプラントっていうセレモニーなのね、それでそれに行きましたと、それで私は何を見たいかっていう最初に言うやんか、あの時に私ずーっとなんか自分の過去のことに対してはいろんなことでワークしてきてて、もう自分でももうええやろと思ってたところがあって、過去はええわって、そういうなってでも今も本当に頭が曇っててこれから何していいかわからないから、それを教えてほしいって言って行ったわけよ、そしたら飲みました。で目隠しして寝転びます、そしたらこれふわーっとした気持ちいいわ、私お酒飲めへんけどなんかお酒飲むの好きな人の気持ちが分かるとかって思ってたんやけど、いきなりな私のデイケアとか、私が歌ってる時からもうすごいアシスタントじゃないけど、もう本当にヘルプしてくれてて、私が大阪から輸入したぐらいもう本当に仲良くしてくれてるし、すごいお世話になってるラビちゃんっていう子が、いるねんけど、そのラビちゃんがバーッと出てきたわけよ、でコストコで私保育園やってるんで、その保育園の買い物をね週末にするんだけど、そのラビちゃんに今週私行かれへんからラビちゃんに行っといてって言って頼んだわけよ。でその場面はラビちゃんがコストコでこう買ったものを私の車に積んでるところを見て、もうラビちゃんは感謝せなあかんなと思う。この子がおるから私こうやっていろんなところにも行けるしビジネスも回ってるし、本当に帰ったら感謝しようって思ってたら、いきなり「いやちゃうで、ラビちゃんあんたのソウルメイトやで」って言われて「は?」みたいな、でその時はもう普通に「いやソウルメイトって私あんまりそのアイデア好きちゃうから、ソウルメイトな」って言ったら「ちゃうねん」って「ラビちゃんはあんたの子供や」って言われて、それでこれハイヤーセルフやって、その喋りかけてる人がそうもう一人の自分の中のハイヤーセルフやった。そうやねん、でうわめっちゃクールって言うねん、わおいつこうみたいなさいやめっちゃええやんと思って、その後にねバーって入ってきたメッセージが、ラビちゃんはあなたの子供で、ラビちゃんをあなたがケアすることによって、私は自分が欲しかった母親を自分で演じて、自分自身を癒してるって言われて、もううわまだ号泣よ、まだ号泣いやもうほんまにすごく感動したわけよ、メイクセンスするわと思って、なんで私この子こんなにアタッチメントがあるのかな、みたいな感じで不思議だったところもある、いい子っていうのもあるし本当にお世話になってんねんけどね、で
そして私子供いないし、保育園とかやってるけどやっぱりこう子供を持ってない家族を持たなかったっていうところにどっか負い目を感じてるっていうか、後悔がどっかにあるんやと思うねんな、ほんならまた次のメッセージがいやあなたはどれだけ多くの人を助けて幸せにしてきたかっていうことを自分で分からなあかん、みたいなことを言われて、それであなたのところに働きに来てる子たちは、みんなあなたに愛されるために来てるねんって言われたのよ。でそれがあなたのファミリーなのよ、だからあなたの会社の名前はヨーコズファミリーインクでしょって来たわけよ、で私うわほんまやと思ってなそんなつもりでつけたんちゃうよ。でこれ自分でつけたんちゃうねん、私この起業するときに、自分の名前を使いたいっていうのを思ってて、でヨーコズインクにしたかったわけよ、でほんなら勝手にそれで提出してんな、会社作ってくれる会社に、提出したらヨーコズインク短すぎるから、ヨーコズファミリーインクで登録しましたって勝手に変えられて、おいちょっと待ってよと思ってて、ダッサーとか思っててんけど、ほらこれほんまや怖ない？怖い、すごいね。そう、もうメントゥービーやんか。そうメントゥービーってなんていうんやったら日本語で意味されてっていうか、それもう本当にあなたのためにこう、なったみたいな、もう日本語わかる皆さん調べてください。メントゥーそれでな、よう考えたらうちに働きに来る子って、みんな日本から来てて親元離れたりで学校行ったりとか夢を追っかけたりとかする子ばっかりやん、いろんな人いるもんね。そう、ほんでうちの会社って夢を追う人を応援する会社というか、勝手に私が言うてんねんけど、もうバケーション行ったらあかんとか絶対言えへんし、サポートしてるつもりなのね、でうわほんまにそれちょっと考えたらメイクセンスするわと思って、すごいそれでなんかすごいそこが言えたのよ私。でそれ以来、それ以来なんか子供がいないとか家族がないっていうことにこうなんか後悔をするっていう気持ちはもうすっぱり消えた。すごい素晴らしい。そこがもうその部分がその傷が癒えたわけよ。そう、それで自分に癒やしてもらってるな。でもそれフそうァイヤーセルフって自分やもんな。そうやね、潜在意識なんか知らんけど、そう、だからもうあなたがやってることは何も間違ってない、でもうそのハイヤーセルフにも言われました。もう過去はもうええと、でだからもういいわけないよと、過去のトラウマもあなたはもうクリアしてるから、もう全然言い訳せずにどんどん前進しなさいって言われたのね、で、あんま進んでないけどな、でそういうことないよちょっとずつでも進んでるよ。そうだからこうやってこうコーチングやりたいとか、こうやってマリさんと、YouTube やったりねっていうのもそれで始めたんだけど、でこれ実はここまでも感動やねんけど、もっとオチがあって、後日談。そうやね、もうほんと俗やねんけど、言って帰ってきたよ、帰ってきて、でラビちゃんに俺言わなあかんなと思って、ラビちゃんのご飯でも行こうかって、ご飯とか買い物とか忘れたけど、何しか会うことにしたわけよ、ほんならラビちゃんが私がその前の日にフロリダで見た、同じ服着てて、昨日ラビちゃんのビジョンを見た時、ラビちゃんその服着ててって言うたのよ、ほんならラビちゃんがこれ昨日初めてこのシーズン着たんです、あんまり着るジャケットじゃないのよ、私子といつも服かぶるからもうほんまに似てるから、わかんねんけど、ほんまにあんまり着ないジャケットなのね、それでそれ着てコストコ行きましたよって言うねんよ。だってコストコで荷物入れてるとこ見てんもんな。そうやね。ビジョンで。で、時間がどれだけ関係あるんか分からへんけど、時間も合ってんのよ。っていうことはよ、移動したんや。そう、私はテレポーテーションや。そうやね。フロリダにいながら、ブルックリンにもいたわけよ。これすごない？ちょっとそれ面白いな。そうやね、だからもうすっごいその1回でいろんな体験させてもらって、昔からね、私宇宙とか神様っていうのは自分の脳やって思ってる、なんとなくで、ここに全部答えもあるし、欲しいもんも全部あんねんなっていうのが、その時にどこに
こう何々ないからできないとか、どこに行かなきゃできないとかっていうのは実は本当に関係ないんだなっていうのをなんか漠然と思ったのよ。これうまく説明できないんだけど、どこでもドアが脳にあったっていうことやな、ほんなら。選んでないけどな、どこに行きたいっていうのは。でもそうなのよ。そう、そういう話でしたっていう。でも不思議じゃない？そうよ。これ本当に、宇宙と私はマジでつながったよね。もう実感があるんでしょ？そう。実感があるというのはもうつながったのさ。そう。それでもう本当にそれでね、もう一つすごくいいメッセージをいただいたのは、この世の人、この世にいる動物、人、物っていうのは全部意味があって、みんながみんなお互いにこう、ためになってできてるのよっていうね。じゃあ意地悪な人でも、そう、ホームレスであろうと、もうトイレ掃除のおばちゃんであろうと、もう誰であろうと、もう全部みんな誰かの役に立ってて、私どっかで自分が役に立ってないって思ってるところがあるのよ。ある、私もある。あるでしょ、でそんなことないのよ。私たちよく立ってんの。あ、そうなの？そうですごいいいね体験をさせてもらいましたっていう話だったんですけど、じゃあ皆さんも何かのそうですよ、絶対立ってるんですよね。誰かと絶対立ってる、いっぱい誰かの役に立ってる。そう、もう殺人者であれなんであれ、絶対何かのこうなんていうの、こう絡みに入ってて、みんなインポータントなのよ、みんなこれもルー大芝居重要みんな一人重要だっていうメッセージをいただきましたので、そうなんです。じゃあ皆さんの人生で出会う人で誰一人皆さんに影響力のない人はいないってことだよね。役に立ってる。だからあなたもそうですよってことだよね。そうだから人見て話したりとかする人やん、この人どうでもいいわとかいうのあるやん。だからもうありえへんわけよ、もうみんなインポータント、みんな重要だから、それを私はちょっと実は伝えたかったんですっていう話でした。なるほど。もうこれ本当にね、行ける人行ってやってみるのいいと思います。ね、私たちは何度も行きましたけど、おすすめです。日本だったらね、ちょっとどうだろうね、やってる人いないかもしれないけど、そう、私はこれを通してね、いろんな人にも出会ったし、いろんなことができるようになったし、私もです。そうだよね、マリちゃん一番大きいかもね。はい、では今回この動画を見てためになったな、よかったなっていう人はいいねください。いや、ここやこっちやこっちやで、こっちやで。登録もなんかこうじわじわ増えてきてて嬉しいです。あとコメントもすごい励みになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。応援してください。ということで、また来週木曜日、午後6時に、ニューヨークは、午前4時にお会いいたしましょう。はい、じゃあねー。またねー。